韓国ヒュンダイやんやややややや。あの車なんだいヒュンダイ。第10回。中国で今最も売れてる高級車は何でしょうか。ヒュンダイジェネシス売れねえんだわということでね、はい、カッパ園長です。売れないからってね、日本に向かって恨みなんていうのかな、こうないことないことてんこ盛りでさ、ね、呪いの言葉を吐くようにね、この恨みつらみ吐き連ねたところで売れないもんは売れねえぞなんで売れないのかね。メルセデスは売れている、ね、トヨタレクサスは売れている、ね、BM は売れている。じゃあなんでって、そこはやっぱりこのね、ちゃんとやらないとダメなんじゃね韓国ヒョンダイ、ヒョンデジェネシスだよね。タイガータイガーの例のあれ、売れないっすよね。事故を起こした当時ね、なんつってましたっけ君たちは。ヒュンダイジェネシスだからこそね、あの程度の怪我で済んだんだからと、なんか逆にこの調子こいてたよね。で今なんだって売れねえんだって中国で。だからもう結局君らはさね、なんだろう、いろんなこのスポーツとかでもそうだけどさ、他国をなんか自分たちもなんかもう大して結果つけてこれてねえくせに、このよその国の、どっかとか何かとか誰かをね、なんかこう上から目線で偉そうにふんぞり返ってこのなんか下に見てこのバカにするのやめた方がいいよまず。ね、別にこの中国をとかね、この他の東南アジア諸国もそうだし、とにかくこの他国に対してね、事実として、ね、自分たちが世界に誇れる何かがあるんだったらまだわからんではないけど、それでも相手がもし、ね、自分たちがこのなんか商売、ね、この車屋だったら車をこのサービスを提供する側だろ、なんでお前らが偉そうなんだよってそこだよね。そっからもう君らはね、やっぱりね、例えばこの日本のこのね、販売製造世界一、何回目だっけこのトヨタ、日本のこのトヨタにとって変わることができない結構大きな一つの原因そこだと思うよ。もう車に限らず全てのこの業界というか業種というか業態全部そうだと思うけど、君らはまずね、この商売人ね、客商売にまずあるまじきこの発言とか行為とかこの態度があまりに多すぎると思うで。まあいいや、ちょっとね、見ていきましょうか。韓国高級車ブランド。中国で全く売れないのはなんでだって嘆いてるんですよ。まだそれがわからないっていうんだから、ちょっとね、なかなか痛々しいよね。中国で全く売れずに赤字が膨らんでいる韓国の高級車ブランド、ジェネシス。業績不振の影響は中国の従業員に、八つ当たりしたことを報じてるんだって。韓国の高級車ブランドヒョンデジェネシス中国法人が臨時総会開いて、CEO がね、先月の24日に退任し、一時的になんか別な人が引き継いだってことが発表されたらしいんですけども、でこの新しく引き継いだ人が中国法人の全体会議で中国人従業員は会社に愛着を抱いていない、この3年誰一人としてジェネシスブランドの車購入してないじゃないかと発言して、中国人従業員を批判したほか、今すぐ会社を辞めてよそでキャリアアップしたいのであれば歓迎する、リストラ宣言みたいなでその上で従業員もおそらく寝耳に水だろう、一生懸命仕事した結果仕事ぶりで、はなく自社の車を買わないという理由で叱責されたのだからと、従業員に同情を示すとともに、社員がジェネシスブランド車を買わない理由は安くないからという実にとてもシンプルなものだと指摘。それだけじゃないよな。一番安いセダンの G70 でさえ乗り出し価格が25万800元、約500万か
と効果で、費用対効果やコスパという言葉の対極にあるような存在だと紹介したと。だって高級車ブランドなんだろう高級車ブランドなのに安さとかそんなもんだって度外視してそういうジャンルじゃん、高くてもなんか乗り心地がいいとかさ、車としてのこの性能が優れてるとかさ、で、さらに中国乗用車市場情報なんたら会のデータでは、昨年のヒョンデジェネシスの、中国市場での販売台数は1457台にとどまり、今年7月には965台しか売れなかったとしたと。1月から7月、半年以上でもう965台だったんだ。で、今年1月から10月で12億元、の240億円の損失を出し、中国に進出してからの3年間の累積赤字が600億円だと。で、CEO が巨額の損失の主因として、高いマーケティングコストを上げたことに触れ、ジェネシスの1台あたりのコストが高い主な理由は、販売台数が少なすぎることだと評したと。だから社員も買えみたいな。やってらんねえだろうな。で、マーケティングコストがかさむ一方、ブランドの質だけでなく集客も進んでないし、何もしてないんだろう。韓国本社が中国に監査団を派遣し、中国法人の過去のプロジェクトと費用を包括的に監査する方針を示したことを伝えたと。つまり従業員がサボってる。そうなんか判断して、だからこのマーケティング部とかその経営陣、の方は自分たちのなんかこの要は責任のなすり合いだよな、これ結局ね。そもそもだって設計からしてもう車自体がもうそもそも高級車でも何でもない。自分たちで勝手に高級車って歌ってるだけで、ただ高いだけのこのポンコツだろ。でそれをなんかなんで売れないんだっつって。だ要はもうここでこの視聴者じゃない、中国人のこの顧客をやっぱバカにしてるわけだよね。中国の人たちっつったってこの高級車ブランド、この何かしら世界中のこの高級車を、買って乗れるような人間って言ったらもうべらぼうに金持ってる人が普通にいるわけでしょ。いい悪いは別にして、選択肢に入らねえだろだって。だからそもそもなんかこの設計段階で、だからもうコンセプトも何もかんも全部間違えてんだからさ、なんで売れねえんだ。だってそもそも車を車としてさ作り上げてこのなんていうのお客さんのところに届けることができてないじゃん君らは。デングルマンの時もそうだったしさ。だからもう結局あれだよ、中国の人から見れば別にこの韓国が作れる車は中国で作れるんだからさ、もっと安くもっと高性能なやつを。だからわざわざ高い金出してこの韓国製の車を買う理由がもうないんだよ、中国にだって。だからまずそこに気づいてないのがもう無理だよね。君らが作れるものは中国も作れる。もっと安くもっといいやつを。そんな状況で中国の人がわざわざ高い金払って韓国車買うわけがねえじゃん。だからもうだっていい加減この君らはこのスマホも半導体も何もかもそうだけどさ、最初はいいよ。いいよっていうか最初はこの騙せても、結局もう後から追いつかれちゃったらもう用済みなんだからさ、出番なんかないんだから。だからもうあともう市場自分らがほらまだ韓国のこの車、韓国のこのスマホ、韓国のタブレット、韓国の半導体、そこまでなんかこの知られていない、市場に投下されていないところをこのどんどん探して、なんかこのなんていうのかな、そういうやり方しかもうできないだろうだって。だって普通にこの日本とかこの欧米とかさ、あとは中国も含めて、例えばじゃあ車、太刀打ちできねえじゃん。まともな車用意できないんだからさ、まず。そこだよね。そっからじゃね。車作れるようになってからじゃね。さて、じゃあ続き、サロンの方ではね、同じこの車は車ですけど、この電車のこのバッテリーの話かな。またなんか日本にこの出し抜かれちゃって、グギギギギっていう話かな。いや、そもそも競争になってねっつうの。
今回は以上です。